白波入ります。停止。この場で待機です。了解。半径5万をフルスキャンしなさい。了解。通信波にも異常がないか調べるように。了解。なんだ、慌ただしいな。ああ、和也くん。何か異常でも？ええ、今一瞬、本当にわずかな時間だけど予兆波を感知したの。なんですって？でも反応自体とても小さくて、ひょっとしたらノイズを誤認識したのかも。だといいんですが。事態がはっきりするまではこの場所で待機するわ。ええ、エンジェル隊にも減圧警報？何事です？フロア3に減圧発生。レベル5です。レベル 5？ 行きます。待ちなさい。ピロティには迎える。もう緊急密閉フィールドは作動したんだ。アリス！青きベニューソン、いや全て超えて先行のガチエンジェルウィー走るセンレイズ、星がきらめく残月への切なる祈りは、その細い手で何を願うのか。もう泣かないとそう誓ったから、この雫は空へ信じ見つかった？ああ、ここだ。間違いない？間違いねえ。名前がある。本当だ。ビアンカ・マティウス。やっと見つかったな。うん。和也、何？何のために持ってきたんだよ、その花。おっと、そうだね。それじゃあ、はい、アニスが渡してあげて。わかった。安らかにな。ビアンカ、君のお兄さんロゼルは
僕たちを助けてくれたんだよ。今こうしてここにいられるのはお兄さんのおかげさ。とてもとても勇敢だった。そして立派だった。ああ、立派だったぜ。あとよ、これ預かってるぜ。ロゼルが持ってたあんたのロケット。パルフェとの戦いの後、レリックレイダーのセンサーロッドに引っかかってるのを見つけた。不思議だよね。ああ、不思議すぎら。非常識もいいとこだぜ。クロノストリングの爆発の中心にあったんだ。普通なら消し飛んでるはず。それによ、万一そうならなかったとしても俺の期待に引っかかるなんざありえねきっと信じられないような偶然がたくさん重なってアニスの元に来たんだね。え。まあそういうこったろな。だからよ、ビアンカ、ずうずうしいとは思うが頼みがある。このロケットこれからも預からせてくれ。和也、なんだい？後ろ向け。どうして？こいつをつけるからだよ。僕がするの？当たり前だろう。俺がしてもいいのか？ああ、それも微妙か。早くしろ。ああ、はいはい。それじゃあしゃがむね。よっと。はい、できました。服の中に入れていい？そうだな。よっと。冷たいや。気にすんな、すぐ慣れる。そっか。それじゃあビアンカ、このロケットは僕が預かるね。お願いします。と。ロゼルはさ、ん？許してくれるかな、僕がつけること。足りめえだろう。ビアンカと二人でダブルオッケーに決まってら。間違いねえ。そうだよね。ああ。ロゼル、君がいなくなってからもう3ヶ月が経ったよ。結構いろいろなことが起こったかな。僕の故郷の宇宙ノイエなんだけど、体制的にはとても大きく変化してね。アームズ・アライアンスに侵攻された星々の協調が高まって、暫定的だったセルダール連合は正式に条約を交わし合い、本世セルダールを中心にマジーク、ピコ、アジート、ここに遺跡の惑星コフーンが新たに加わって、巨大なノイエ連合が発足したんだ。記録に残ってるこの宇宙の歴史上では一番大きい連合なんだって。なんかすごいだろう。そしてこの原因になったアームズ・アライアンスなんだけど、連合の支配下にって声が大勢を占める中、ソルダム王がこれを全否定。立場が対等でなければ真の和平はありえないって声を高らかに上げて各惑星の代表を説き伏せちゃったんだ。そんなわけで侵攻に対するペナルティは連合への降伏でもなければ加盟でもなく、無条件の和平締結のみ。ノアさんが信じられないって呆れてたよ。まああの構想は実質の指導者だった参考爵の暴走だからね。いい形で収まったと僕は思ってる。少しずつだけど交流も始まったみたいだ。と
近況はこんな感じかな。パルフェとの戦いの傷跡が少しずつ消えて、前にも増して矢継ぎ早に変化する情勢を目の当たりにしてるけど、エンジェル隊のみんなは相変わらずさ。ルクシオール含め所属も UPW のままだ。すっかりいつもの日常が戻ってきたよ。でも時々ふとしたことで君を思い出すんだ、ロゼル。おっと、あ、もうこんな時間か。そうだね。城能までは結構距離あんぜ。そろそろ出発しねえとな。うん、それじゃあ行こうか。あちなみにジョノーじゃなくてジュノーね。あ、そう。軌道離脱。コースはジョノーにセット。ジュノーだってば。どうでもいい。もう航路オプティマイズ開始。どうした？最短航路の真上にイオンストームが発生してる。なんだと？オートパイロットだと効率悪そうだね。くっそー。間に合うかな。タクトの挨拶が聞きてえわけじゃねえが、ここはマニュアルで行くか。了解。遅いのだ。まったくだな。もうすぐ時間です。始まっちゃいますね。何をやっておるのかの。お待たせ。すまねギリギリじゃぞ。何ぞあったのか。え。まあちょっと邪魔が入ってな。本当ごめん。それでどうでした？ビアンカ殿の墓は見つかったのか？ああ、見つけたぜ。ならナノナノたちもお参りに行かないとなのだ。ですわね。こりゃ時間がないんじゃろ。さっさと向こうの控室に行こうぞ。向こうの控室？参列のタイミングはムーンエンジェル隊と一緒ということじゃ。そちらの到着が遅れていたゆえな。揃い次第向こうの控室に集うことになっておる。先輩方を待たしちゃったのか。姉さんや姉号か。やべ、急ごうぜ。おいランファー、ちょいとファスナーを上げとくれ。はいはいはい。体もすっかり硬くなっちまって、まったく。いいな、ま。あ、お肉挟んじゃった。勘弁しておくれよ、もう。ごめんなさい。まあ、どうしましょう。私も少々。なんでこんな服着なきゃならないんですか？仕方ないだろ、そういう記念日なんだから。エデン解放5周年記念式典。そうですわね。私たちは一応中心的な存在なわけですし。だからって何も当時の。白波よりシュトーレン中佐。おう、戻ったんだね。はい、ルーンエンジェル隊揃いました。今お部屋の前です。ちょいとお待ち。みんな着替えは終わったかい？はい、終わってます。オッケー、大丈夫ですわ。問題ありません。じゃあ千歳、開けておやり。了解です。どうぞ。どうも遅れてすみまって
あおお、これは凛々しい。ママかっこいいのだ。お姉ちゃん、その服。昔着てた制服よ。どうかしたの？お姉ちゃん？変わってないと思ってたんですけど、5年の歳月は長かったようです。ああ、きついんですね。それ以上おいでないよ。チューはしまいましょうね。私は新調したので問題ありません。私なんてゆるいくらいなのに、みんな少したるんでんじゃないの？あ、うまいこと言っちゃった。20点。厳しい。あんれれ、ミントさん。やっぱサイズ合わないっすか？少しは成長しました？どうなんすか？やっぱきつくなっちゃった？少しも変わってないように見えるのは気のせいかな？ぴったりです。寸分も変わっていません。俺の観察眼も衰えてないようだな。キッカズヤ、なんだい？この者たちは皆初対面ぞ。わらわに紹介してくれぬか？そうなんだっけ？演習で一度手合わせしておるが、顔は合わせておらん。何故かすれ違ってばかりじゃったからの。エデンのエンジェルと。姫さん、そりゃ違うよ。あたしらはもうエンジェルじゃない。元エンジェルさ。そうか。ムーンエンジェル隊は解散しているんじゃったの？ああ、それじゃあ簡単に挨拶しようかね。おい、ミルフィーから機体番号順だ。元ムーンエンジェル隊1番機パイロットミルフィーユ桜庭です。アプリコット桜庭の姉じゃな。その類まれなる強運のことは聞いておるぞ。エデンのゲートキーパーであることもな。よろしく。次はランファ。はいはい。元ムーンエンジェル隊2番機パイロットランファ・フランボワーズよ。なんでもそちはえらく腕が立つらしいの。パイロットとしても凄腕じゃとか？やだ、そんな本当のこと。謙遜せずはベテランの余裕というわけじゃな。まあね。はい、次はミント。では元ムーンエンジェル隊3番機パイロットミント・ブラマンシュですわ。そちは巨大企業ブラマンシュ財閥の総帥なのであろう？はい、一応。しかも独身術を極めておるとか。ではその能力、商いの上でかなり有利に働くのではないか？ご想像にお任せいたします。なかなかにしたたかそうじゃの。またまたご冗談を。なんか怖い。では次にフォルテさん。はいよ。なんだ？どうしたんだい？そちがバニラアッシュではなかったのか？ああ、違うよ。元ムーンエンジェル隊4番機パイロットフォルテ・シュトーレンさね。すまん。わらわはてっきりそちがプディングの母親だとばかり。あ？どうしてまた？いや、一児の母であるわけじゃからな。弱いもそれなりに重ねておるだろうと。そのな。あ、そう。ということはそちがリーダーだったわけか。まあね。そ
それはそれで得心のゆく話じゃ。なんで？貫禄が違うからな。年輪も伊達ではないのじゃな。お前さん、さっきから喧嘩売ってんのかい？冗談じゃ。たく。フォルテシュトーレン、重火器の専門家。わらわもところ柄武器には少々詳しいぞ。話が合いそうじゃな。へえ。戦術にもかなり長けておるのじゃろ。まあそこそこだよ。ルーエンジェル隊発足時の教育係であったことも聞いておる。ああ、姫さんもそのうち鍛えてやんないとね。と手柔らかにの。さて次はバニラだよ。はい。そちがプディングの母親じゃったか。ええ、元ムーンエンジェル隊5番機パイロットバニラッシュです。そうかそうか、そちがのナノマシンの権威でもあるのじゃろ。はい、恐れながら。そのたおやかな物腰はプディングとは似ても似つかぬの。いつも娘がお世話になっています。そうそう、失礼などはありませんか。なーに、気にするでない。わらわは寛大じゃからな。などなのはいつもいい子なのだ。これからもよろしくお願いします。良きに計らえ。では最後に千歳さん。はい、元ムーンエンジェル隊6番機パイロット烏丸千歳です。遠距離射撃の名手なのであろう。情報処理の専門家でもある。はい、先ほどから聞いていましたが、よくリサーチされていますね。ルクシオールに世話になったこの3ヶ月、そちらの話は聞かない日の方が少なかったからの。いやおうなしに頭に残るというものじゃ。しかしそれも名前と経歴のみ。やっと容姿が伴ったわ。伝説のエンジェルたちよ、会えて嬉しく思うぞ。姫さん、なんじゃ。さっきも言ったろ、元さ。おお、そうであったな。じゃがな、そっちも間違うておるぞ。どういうことだい？わらわも元じゃ。すでに姫と呼ばれる好みではない。そうなんですか？どうしてです？和也。はい。お前は隊長であろう。ぼーっとしとらんで、今度はわらわを紹介せぬか。あーっと、わかりました。どっちが隊長だかわかんないね。型なしじゃない。それでは改めて皆さんにご紹介します。エンジェル隊の臨時メンバー、6番機タピオンチェイサーのパイロット夏目いざよい少尉代理です。よろしくな。それでその元というのは？はい、ご存知だとは思いますが、夏目はセルダールから遠く離れた星ハチェット、カジェル、パイクからなる武装連合アームズ・アライアンスの公女でした。ですがそのアライアンスとの戦いの時、彼女の目付け役だったジュニエブル公爵が夏目を裏切り者であるかのように吹聴したのが原因で、変に気を回さんでもよい。あ、ごめん。ってまさか。わらわはな、先頃星を追放されたのじゃ。まあ、ちょっとそれじゃあ今のアライアンスの代表は？第二継承者である妹のユズが即位した。妹さんが。なんか納得のいかない話だね。開戦時、あなたは勇敢にも先陣を切ったと聞いています。そのことや戦争自体が三公爵の謀反だったことを公表していないのですか？とっくにしておる。じゃがそんなものは今の政権に噂の一つとして処理されてしまったわ。かわいそうです。本当のことなのに。政権交代とはそんなものよ。
立場が揺らげばつけ込まれるのはあっという間ぞ。妹さんもひどい。お姉さん押しのけるなんて。いや、妹の本意ではない。どういうことです？今の状況、妹が公女である方が都合が良い者たちもおるという話じゃ。ゆずはわらわをないがしろにするようなことは決してせぬ。姉思いの優しい妹なのじゃ。夏目さん。まあそう神妙になるな。自分ではこれで良いと思っておる。どうしてです？聞いておろう。わらわはジュニエブルによって祭り上げられていた傀儡じゃ。そのことはこの3ヶ月で痛いほど思い知った。追放は天からの采配ぞ。世の中を広く知れと言うておるに違いない。妹にも真実をありのままに伝えてある。またのノイエを太平に収めるためにも UPW の理念に助力したいのじゃ。それは結果的にアライアンスの未来にもつながることじゃからな。これからは外より我が故郷を守ってゆきたいと思う。辛い思いをさせてしまった民へのせめてもの償いぞ。だからこれでよいのじゃ。くなんじゃ。自分の過ちをしっかりと受け止めてます。なかなかできることじゃありませんわ。そうか。公女の立場を追われても祖国のことを考えて行動されるなんて。尊敬に値します。姫様かっこいい。いや、じゃからもう姫では。いや、あえてそう呼ばせてもらうよ、姫さん。私も未だに姫ですしな。勝手にせい。やあやあ、なんか盛り上がってる？タクトさん。バカ、女性の控室だぞ。ノックくらいしろ。あ、そうか、ごめんごめん。でもほら、和也もいるじゃない。そういう問題じゃないだろ。礼儀だ礼儀。まったく。まあ着替えも終わってるようですし。結果論だ。みんなそろそろ時間よ。大丈夫？はあ、皆さんもその服昔の制服なんですね。あ、そうだよ。へえ。タクト、あんまり偉くなさそうなのだ。え、そう？戻そうかな、いつものに。お前ら。冗談だってば。ココさん、なんか懐かしいです。髪を結いメガネをかけた館長を見るのは久しい。とっても可愛いですわ。ちょっとからかわないで。もう。あ、そうそう、和也くん。なんです？私今晩は船に戻れそうにないのよ。そこでお願いなんだけど、艦長オフィスにマイヤーズ長官の掛け軸がしまってあるの。明日降りてくるときに持ってきてくれないかしら。掛け軸を？ええ。忘れないでくれよ。 UPW の長官室に飾るんだから。あ、そういうことですか。準備しておくようカー副長に連絡してあるから。わかりました。かかってたやつだけでいいからね。了解です。よーし、これであの殺風景な部屋も少しは華やかになるぞ。華やかなのはお前の頭だけで十分だ。またまたそんなに褒めちゃって照れるじゃないか。このネタいつまで続くんだろうね。フォーエバーじゃないですか。ははは。長官、え、何？これは？あーっと、そうだった。はい、みんな注目注目。なんだいなんだい？はい、夏目。この服ということは。あ、正式に決まったよ。そうであったか。
どういうことです？では夏目いざよい殿、UPW 長官タクトマイヤーズの名において本日付で UPW 軍への正式入隊を認め、少尉の階級をここに与えるものとする。いつの間にそんなことに。聞いてませんわ。実は少し前から館長を通して申請しておったのじゃ。みんなを驚かしてやろうと思ってな。黙っておった。そうだったんだ。でもすごいタイミングだね。エデンの記念日に重なるとは幸先が良い狙ったんだってば。な。なんじゃ、相変わらずクエンおの子やな。いやー、またまたそんなに褒めちゃって。しつけえよ。まあそんなわけで今日から夏目もルーンエンジェル隊の正式な一員だ。みんなと協力し合い UPW の理念を追求し、日々怠ることなく精進してくれ。了解じゃ。やったのだ。これでなったんは本当の仲間なのだ。なんじゃ、今までは本当の仲間ではなかったと申すか。冗談じゃ。ブー姫、改めて歓迎いたします。苦しゅうないぞ。さあ、ほら着替えて。みんなとお揃いの制服だよ。そうじゃな。ではすまぬがみんな部屋を出てくれ。長官に補佐官出ましょう。じゃない。冗談だってば。いや申し訳ないんじゃが、シャーベット頼む。御意。先輩方、申し訳ありませんが部屋を出ていただきたい。そうなのかい？我々もだ。行こう。すまぬの。すぐ着替えるでな。どうしちまったんだい、姫さんは。男だけじゃダメなのかな。男女という問題ではない。姫は幼少の頃より人前で服を脱ぐことを禁じられていたのだ。脱ぐこと？上着でもか？ああ、上着でもだ。以前姫の警護を仰せつかり、数日おそばに置いていただいたことがあったが、私の前でお召し物を脱ぐことはただの一度としてなかった。着替えを見ることを許されていたのはエモンジャと呼ばれる着付け担当だけだったそうだ。さすが元皇女様。私も少々厳格に育てられましたが、そこまでではありません。でももう皇女じゃないのだ。気にすることないのだ。きっとそういうわけにもいかないのよ。刷り込まれた習慣はなかなか抜けにくいものです。セルダールの王様といい、てっぺんに立つやつは大変だね。でもソルダム王は最近バンバン喋ってるよね。あの戒律は過去の遺物でしかないからな。近く正式に廃止するそうだ。なったんも廃止すればいいのだ。裸の付き合いがしたいのだ。そうですわね。みんなで一緒に温泉とか入りたいですわ。いいですね。楽しそう。温泉といえば千歳よ。千歳。はい。いいところ知ってるのよね。まあ最近少々ハマってしまったと言いますか。へえ、どの辺がおすすめなんだい？ここジュノーにも人と呼ぶにふさわしいところがいくつかありますよ。本当ですか？なあなあ、せっかく集まってんだからよ、イベントはけたらどっか行かね？温泉で打ち上げなのだ。いいね。ですね。二人とも何赤くなってるんですか？話がどんどん転がっていきます。
うじゃ。ヒュー。へえ、プリティですわ。一体感がより強まりました。はい、パーフェクトですよ。そうか、それほどでもないじゃろう。いえいえ、よくお似合いですぞ。いいですわ。とっても素敵です。かっこいいのだ。こう言っちゃなんだけど、すごくメンバーって感じがするよ。孫にも衣装ってやつだな。あれ？どうしたの？いや、その。あ、時間だね。行こうか。そうですね、行きましょう。だってほら、昔カズにそう言われたことがあって、あん時も俺が制服着た時で、だからおーい、置いてかないでくれよ。お待たせいたしました。ではこれよりエデン解放5周年記念式典を開催したいと思いますが、まずはそれに先立ちまして、元エデン軍の将官であり、現在 UPW 総合本部長官を務めております、皆様もよーくご存知の英雄タクトマイヤーズから開催の言葉がございます。盛大なる拍手をもってお迎えください。大げさだってば、もう。ってここ手すりないの？危ないな。まあまあ、そんなわけでありまして、どうもタクトマイヤーズです。光栄にも開催の挨拶を任されました。全く迷惑な話です。おっと、つい本音が。何？静かに聞いていただければすぐに終わりますから、ほんのちょっとだけお時間を拝借できればと思います。では、本日この場所でこのような式典が催されることを非常に喜ばしく思います。エデンが解放されてから、正確に言うならば、ここ本聖ジュノーがバルファスクの支配から解き放たれてすでに5年もの月日が経過したのです。さまざまなことがありました。アブソリュートとそれに連なるいくつもの平行宇宙の発見、その一つであるノイエとの交流の開始、その直後にアブソリュート人ベレルによるクーデターも起こりましたが、エデン・ノイエの共同によりこれを沈静化、事なきを得、ついには平行宇宙連合 UPW の設立に至ったのです。このように今我々を取り巻く環境は日々大きく多様に変化しています。またこの激しい流れに対応すべく、私たちも大きく変わりました。かつて敵であったバルファスクと技術を共有し合い、平行宇宙という未知なる世界を歩み進む術をより確かなものとしているのです。先のノイエでのアームズ・アライアンスとの騒乱、これも彼らの協力があったからこそ早期解決に至ることができたのでしょう。そう、バルファスクも我々と同様に変わったのです。共に未来への可能性を求める頼れる友人となってくれました。これほどに心強い味方が他にいるでしょうか。いえ、いません。彼らは我々を良きパートナーとして認め、厚き信頼を寄せてくれているのです。そして今日この日より3日間開催されるこの式典が、互いの絆をより一層深める機会になることもまた間違いありません。エデンの歴史から決して消えることのない素晴らしい催し物となることでしょう。ではここにバルファスクと
我々の良き関係を祝し、エデン解放5周年記念式典の開催を宣言します。祝砲装填、発射用意。これからも我らの友好は続きます。永遠に。て綺麗ですわ。そうか。この式典は単にエデンの記念日というだけじゃないんだ。敵だったバルファスクとの友好関係を対外的にアピールする目的もあるんだな。にしてもマイヤーズとは食えんやつよの。どうして？あれほどの工場を垂れるとは思わなんだわ。やはりタヌキじゃ。ごもっとも。どけ！うひゃー、どの料理もうまそうだぜ。何すんだよもうっせ、匂いだけ嗅がされ続けてもう限界なんだよ。おいナナ、行くぞ。ガッティンナナだ。う。まったく。君たちまさか料理を食べる気ではないでしょうね。食っちゃいけねえの？なのだ。当然です。我々は来賓者ではないのですよ。おい、冗談だろ。この状況で冗談を言う理由は見つかりませんが、すぐにエルシオールの内覧会が始まります。館内に移動してください。ガイドを務める元ムーンエンジェル隊を手伝わなければなりません。頼むよ。ちょっとだけでいいからさ。な。ダメです。さあ早く。嘘だろ。移動です。移動。そんなバカな。親分、しっかりするのだ。ありえねさああなたたちも移動してください。頑張りましょう。え。ささ、姫。やれやれ。わらわがガイドの手伝いとはの。白波少尉、我々も行きますよ。はい。おじさん、おじさん。おや、おじさん？おじさん、兵隊さんでしょ。ええ、正確には士官ですが。教えてよ。何をですか？バルファスクってすごく悪いやつらだったんだよね。ねえ。はい、その通りです。遠い昔、とても大きな災いをこの世界にもたらしました。あ、知ってる。クロノクエイクのことでしょ。ええ、そうです。そしてこの星を長い間支配し、圧政を敷いてきました。支配？圧政？なんかよくわかんないや。もう少し大人になれば理解できると思いますよ。バルファスクってどんな人たちなの？怖い？私が怖いですか？私はバルファスクですよ。そうなんだ。僕たちと変わらないんだね。見た目はそうですね。おじさんも悪い人だったの？私にとっては難しい質問です。どうして？そもそも善悪、良い悪いというのはそれぞれの立場で。ごめんなさい。このこったらもう本当にすみません。いえ。ママ、この人バルファスクなんだって。ママは見たことあった？失礼。行きますよ。ママ、この船に乗るんじゃなかったの？あっちでクジラを見ましょう。ほら、宇宙クジラですって。やだよ、クジラよりお船がいい。わがまま言うんじゃありません。川副長。では少尉、行きましょう。どうかしましたか？どうって
今の人がひどいなって。ああ、なるほど。君は私に気を使っているわけですね。だってあんな態度取られたら。やれやれ、艦長といい認識不足ですよ。ココさん？この式典に参加することが決定した時言われました。気が進まないのなら出席しなくても構わないとね。そうだったんですか。いいですか。バルファスクは常に合理的な考え方をします。事実を受け止めることに抵抗を感じませんし、それに対して感情も生まれません。先ほどの親子の行動も我々が行ったことを考えれば理解ができます。当然の反応だと？はい、そう思うだけです。不快には感じないんですね。全く。これはあなたたち流に言えば文化のようなものでしょうか。文化ですか。白波少尉。はい。平行宇宙間の交流はこれからどんどん盛んになっていくはずです。パルフェたちの組織に備えるためにも UPW は現状をより促進していくでしょう。そうですね。ですからこれからは異文化を偏見にとらわれることなく素直に受け入れる能力が必要となってきます。このことは頭の片隅に置いておいた方がいいと思いますよ。わかりました。こらお前アニス？ら、俺を先に行かせておいてなんか食ってんじゃねえだろうな。なるほど。この場合もアニスなら当然の反応で疑われたことには疑問を感じないわけですね。もちろん。なんか少し分かった気がします。では急ぎましょう。理屈は理解できても感覚的にはいまいちつかめないかな。おら何やってんだカズヤ。ねえ、展覧会始まっちまうだろうが。はいはいはい。展覧会じゃなくて内覧会なのだ。うっせ、腹が減った上に腹も立つぜこっちしょ。うまいこと言うのだ。むきー。本日はエデン解放5周年記念式典にお越しくださいまして誠にありがとうございます。名残惜しくはありますが閉場のお時間が近づいてまいりました。どなた様もお忘れ物などがございませんよう気をつけてお帰りくださいませ。明日もご来場いただけますようスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。アルモさんノリノリだ。しかし忙しかったね。まったくじゃ。わらわは生まれてこの方これほど長い時間経っていたことはないぞ。疲れた？もうヘトヘトじゃ。さっさと部屋に戻りたいわ。まあまあもう終わり。どうした？いや、あそこにいるの人だよね。そのようじゃな。しゃがみ込んでおる。どうしたんだろう。腹でも痛いのかの。見てくるね。カズヤと、何ですか？すまないがテーブルを運ぶのを手伝ってくれ。どうしよう。ならばそちはテーブルを運んでこい。あの者はわらわが世話をしよう。そう。それじゃあお願いしても？任せろ。ありがとう。すぐ戻るから。さておい、そこなもの
どうしたのじゃ？どこか具合でもなんじゃこれは。返せ！あっ！くそ！今のはガキには関係のないもんだ。それを早く返せ！わらわを見くびるでない。懐に隠したものは爆弾であろう。そしてこれは新刊じゃ。お主テロリストじゃな。夏目、戻ったか。大丈夫？おい、早くそれを返せ！大方バルファスクとの和平を面白く思っておらんやからといったところか。うるさい！いいから返せ！それはかなわぬ申し入れじゃ。なんだと？さらに立場上お主を放ってもおけん。どういうことだ？こういうことじゃ。なんなのこれ？これでその爆弾は役に立たんの？このクソガキが！夏目！おい、何してる？見りゃわかんだろ。それ以上近づくんじゃねえ！こやつ爆弾を持っておるぞ。テロリストじゃ。なんだって？黙れ！やめろ！この頭に穴開けたくねえならその新刊を返せ！これ新刊なのか？ダメじゃ。決して渡すでないぞ。黙れっつってんだろ！夏目！くそー！何笑ってやがる！策略の匂いがするぞ。随分と旧式の銃じゃな。何？まったく汚いものを含んでしもうたわ。夏目、早く逃げて！大丈夫じゃ。こんな！どういうことだ？なぜ逃げて！そのような旧式の銃怖くはないからの。何？はったりかましやがって！ダメだ！挑発しちゃ！和也は黙っておれ。でもこれが見えるか？まさかこの銃の弾倉？いつの間に？回転が悪かったの。わらわはアームズアライアンスので武器の扱いには少々詳しいゆえな。ふざけるな！まだ中に一発残ってるんだぞ！百も承知じゃ。詳しいと言うておろう。このなめやがって！おう、なめたとも。今しがたその腕を嫌がおうにもな。しかし神官は落とすわ。爆弾は見られるわ。弾倉は抜き取られるわ。お主は血と抜けすぎておる。悪いことは言わん。これ以上恥を重ねる前にやめておけ。うるせえ！うるせえ！うるせえ！俺はバルファスクとの和平なんざ絶対に認めねえ！こんな祭りぶっ潰してやる！それで無差別テロか？ああ、口で言っても無駄だからな。実力行使さ。政府の連中に目に物見せてやる！俺は改革を起こすんだ！ふざけるな！体制を動かしたいならば頭を取りに行かぬか？無関係の者を殺めるなど言語道断。それも爆弾でじゃと？この卑怯者め！己が手を汚す覚悟もないくせに改革が効いて呆れるわ。そのような歪小な志では世は微動だにせぬ。やかましい！これは手段の一つだ！覚悟くらいとっくにできたら！ほう。ならばその覚悟わらわが見極めてやろうぞ。指を引くがよい。何言ってるんだ！うるさい！黙れと言うだろう！
かな。ほれ、この距離じゃ外すと恥の上塗りじゃぞ。なめきりやがって。おいおい、勘弁してくれ。お主のような小物は二度と口に含みとうないわ。やめるんだ夏目。これ以上刺激したら本当に。やってやる。そうじゃ、やってみよう。やってやる。やってやる。この眉間、見事打ち抜いてみせい。やってやる。撃てー。うわリリー、あとは任せる。承知。カズヤ、戻るぞ。あと、待って。リリーさん、すぐにセキュリティを呼びますから。ああ、頼む。動くな。そのようなわけで、特殊能力の事後的発覚について上層部が難色を示しており、対応のためナッツミルク艦長は現在奔走中のようです。そうか。念のために聞きますが、他に同様のこと、伝え忘れているようなことはありませんか？ないと思うがの。そうですか。では今聞いた内容をもとに書類を提出することになりますが。構わん。ありのままに書いてくれ。すまんの。わらわがいい加減だったために。あなたはアジート少尉同様に入隊過程が特殊なわけですから、こういったことに多少の前後があっても仕方がないでしょう。自分だけが悪いと考えるのは適切ではないと思いますよ。そうです。テロが未然に防げたのはあの能力のおかげじゃないですか。それなのに上の人たちと来たら、第一夏目は被害者ですよ。なんでこんな尋問みたいなことを。白波少尉。はい。気持ちは理解できますが、ここで不満を並べ立てても無意味です。すいません、頭に血が上ってしまいました。でもちょっと納得がいきません。まったくなのだ。 UPW も懐が狭いのだ。そうよね。寛大とは言い難いな。組織って結局融通の利かないところが出てくるものなのかしら。なあなあ、夏目になんかあったりすんのか？クビになるとかよ。そんなバカな。はい、ありえません。もう一度言いますが、これは入隊過程が原因のいわば食い違い。情報が正しく訂正されれば事態は収束するでしょう。ならもういいじゃんなあ。その通りじゃ。わらわはみじんも気にしておらん。みんなこれ以上の気遣いは無用ぞ。和也もな。うん。艦長にもすまないことをしてしまった。後で礼を言わねば。残念ながらそれは明日以降となるでしょう。なんでじゃ？艦長が本日中に戻ることはないと予想できるからです。おお、そういえばそんなことを言うておったな。なんでなのじゃ？マイヤーズ長官が大戦当時のクルーに招集をかけているとのこと。盛大なる宴が催されることはもはや自明の理。なるほど、それに参加すると。あくまでも推測ですが、限りなく確定に近いと言えます。戦友との水入らずの宴か。楽しそうじゃな。あ、そうだ、水って言えばよ。リリーだけ知ってたなんて水臭くね？夏目の力のこと？ああ、別に隠していたつもりもないのだが、
いつから知ってたんです？姫がルクシオールにいらっしゃった直後からだ。それじゃあ最初から？あれだけ貼り付けば当然じゃ。護衛はソルダム陛下からの直命でしたからね。魔法とは違うんですの？どうなんじゃろな。ご神壁と呼んでおるのじゃが、これはこういうものとしか考えたことがないでな。ちょっと使ってみてくれます？よいぞ。おいアニス、なんぞを投げつけてくれ。いいの？構わぬ。きっかけがないとやりにくいでな。って言われてもな。おいナノ、ちょいとヘッドセット貸せよ。これを投げるつもりなのだ？おうよ。とんでもないのだ。これはママからもらった大切なものなのだ。あ、そうなの？いつも携帯しておるあの小刀で構わんぞ。ある程度緊張も必要なのじゃ。安全と分かっておると出なかったりするしの。いいの副長さん？どうしたものでしょ構わんと言うておる。言い出したのは私ですけど、危ないですわ。やめてください。ならこの胸のブローチを狙え。サチの腕なら外さんじゃろ。ああ言ってるけど。う。いや、しかし子供の頃から散々鍛錬してきた。失敗はありえん。仕方ないですね。ではアジート少尉、外さないと保証してください。こっちが緊張しまわ。保証できますか？まあな。軽くね、軽く。分かってるよ。んじゃ行くぞ。来い。ギュッと。わーお、すごいのだ。光が出ましたよ。どうじゃったカルーアよ。はい。魔力の源になるマナは全く感じませんでした。そうか、魔法の可能性は消えたか。いえ、そうとも言い切れないかも。どういうことじゃ？魔石を使った状態に近いんです。魔石？ええ。魔石は精霊を特殊な石の中に封じ込めたもの。マナを使わなくても魔力を行使できるアイテムです。とするとこの力、精霊の力なのか？どうなんでしょう。似た感じではありましたけど、ちょっと違うような。なんじゃはっきりせんの。ごめんなさいね。アームズアライアンスの人なら誰でも使えるんですか？いや、イザヨイ家だけじゃ。それも全員ではない。というと、女子の場合に限られる。父様には出せん。さらに先ほども言うたが、使いこなすにはかなりの鍛錬が必要じゃ。妹は発言が最近での、故に鍛錬が浅く強い力は出せぬ。わらわのように弾丸を止めるのはまだ無理じゃろ。そうなんですか。なんでなったんの家族にしかできないのだ？さあのう、わらわも知りたいところではあるが、まあこの力によって数々の暗殺を切り抜けたと聞く。代々にわたり務めを果たせたのもご神壁あればこそじゃ。しかしテロを防ぐのに役立つとは思わなんだわ。おお、そういえばあの時の姫の対応は完璧でありましたな。神官を和也に渡した後が特に素晴らしい。弾倉を抜き取り必要なまでの挑発。わらわに向けて一発撃たせればあやつは丸腰じゃからの。措置を秘密裏に誘導するのにもあの方が都合が良かったのじゃ。テロリストは姫以外目に入っておりませんでした。は、そうです。いつの間にリリーさんと連携したんです？
全然気がつかなかった。あやつに囚われた時ぞ。和也の後ろから走ってくるのが見えたゆえな。目配せで合図をいただいた。その後姫が噛みついた時背後に回り込んだのだ。そうだったんですか。すごいです。すでにベテランコンビ状態ですね。リリーの親睦の深め方は強烈じゃからの。ああ、それはよく知っています。今気がつきましたが姫、私のことを名前で呼んでおられます。私のことも先ほど。そういや俺も承知の上じゃ。今日より正式なメンバーじゃからな。みんなをファーストネームで呼ぶことにした。それが仲間というものじゃろ。まあ夏目さん。じゃあナノナノって呼んでくれるのだ。もちろんじゃ。ナノなのよ。やったのだ。なったんよろしくなのだ。なったんはやめてくれんかの。やなのだ。さて、話がすっかり脱線しました。臨時ミーティングを終わりましょう。解散です。終わった終わった。親分はいつもここで喋るのだ。相変わらずミーティングは苦手なんですのね。まあ、わらわもあまり長いのは好きではないがな。みんなこの後って何か予定でも？いや別にないが。あ、そうだ。カー副長。何です？ココさんというかマイヤーズ長官に頼まれたことがあるんですが。ああ、連絡を受けています。掛け軸のことですね。はい。艦長オフィスの机の上に用意しておきました。今持っていきますか？ええ、お願いします。ではどうぞ。失礼します。そうか。どうしました？問題でも？いえ、かけてあったものを持ってこいと言われてるんです。どれだったかな。最後に愛は勝つだったよな。うん、確かこれだ。では私は仕事がありますので。あ、はい。とりあえず一旦部屋に戻って掛け軸を置いて、それから館内の様子でも見て回るかな。うん、そうしよう。さてと、掛け軸も置いたし、みんなは何してるかなと。あら。ん？やだ。ちょっとやだって何よ。だってどうしたの？盛り上がっちゃって。何やってるんだい？占いじゃ。ランパさんからプログラムをいただいたんです。生命判断よ。なかなかよくできてるわ。へえ。なんか面白い結果でも出たの？ああ、今我々の名前を入力したのだがな。傑作だぜ。リコとテキーラの相性がよ。200% だったのだ。やだからやだって何よ。私そんな趣味ありません。あら残念ね。私桜庭だったらよかったのに。何の話ですかそれは。冗談よ。もう楽しそうだね。和也の名前も入れるのだ。わ、やれやれ。いいよ、パッと貸して。どうぞ。フルネームじゃないとダメです。了解。かつや。
白波だ。僕との相性が最高なのはアニスだって 500% って出てる。ごちそうさま。あでも面白いね。他の人も入力してみたらどうなるかな。いいね、面白そうだ。どんどん入れろよ。わかった。ブリッジのクルーから行こう。ココナッツミルク、タピオカどうした？僕オペレータさんの名前知らないや。わらわもじゃあ。ナノナノもなのだ。私も同じく。当然。ちょっとみんなひどいです。赤い髪の男性が響さん、女性がシュリさん、大柄で眉の太い人がナオルさんです。さすが。それじゃあ入力するからフルネーム教えてよ。私もそこまでは。そっか。ならフロア1の方から。モルデン先生のフルネームって？知りません。知らぬ。知らないのだ。知らないわ。知るわけね知らん。あこれじゃあ全然入力できないや。よく考えたら館内でフルネーム知ってる人って少ない気がします。そうだよね。班長やコロネさんもファーストネームしか知らないし。んだよ、つまんねえな。そんなこと言われても。おめえちょっとひとっ走りして名前聞いてこいよ。僕が？そうだよ、言い出しっぺだろ。ありゃ、そうだっけ？さっき他のやつらも入れたらどうなるかっつってたじゃんか。確かに言ってたのだ。そういえば言ったような。はい、決まり。期待しているぞ。待っておるからな。なんてこった。私も手伝いましょうか。あ、いいよいいよ。ちょっと館内の様子を見て回ろうと思ってたところだし。行ってくるね。急げよ。わかったよ。やれやれ、しょうがない。ぐるっと回ってみんなのフルネームを聞いていこう。あれ、もう入れる。完成したのか。へえ、すごいや。座席は少ないけど立派な映画館だ。視聴覚室ね。カズヤ、早くしろ。わかったってば。本当に自分勝手なんだから。シミュレーターが動いてる。変だな。今エンジェル隊のメンバーは全員ピロティにいるのに、一体誰だろう。このポットか。シャトルのプログラムが動いてる。墜落した。もう誰？レベル高すぎたかな。もう少し簡単に。誰？あ、どうも。ちょっと脅かさないでよ。すみません。びっくりした。で、あんた何者？
僕は和也白波少尉エンジェル隊の隊長です。少尉なの？一緒じゃない。しかもエンジェル隊の隊長ですって。エンジェル隊？はい。隊長？ええ。大変に失礼しました。あ、いえ。自分はブレンダ・グリシーニ少尉、シャトルパイロットです。昨日付でエデン軍より転籍し UPW 軍所属となりました。かのエンジェル隊を率いる隊長殿とは知らず、数々の無礼な発言、どうかお許しください。ちょっと同じ少尉なんだし、そんなにかしこまらないでください。とんでもありません。エンジェル隊といえば最重要戦力。たとえ階級が同じであっても存在意義に雲泥の差があります。本当に申し訳ありませんでした。そんなんじゃついてけませんよ。この船のこと聞いてません？上官下士官の間でも分け隔てなくファーストネームで呼び合うようなところです。知っています。マイヤーズ流ですね。まあ今はそれを受け継いだナッツミルク流ですけど、とにかく硬いと馴染めないことは確実。もっとリラックスしてください。ご忠告感謝いたします。だからそれがダメなんです。あ、なるほど。よろしくブレンダさん。そんな感じですか？そんな感じです。了解しました。よろしくお願いしますね、白波少尉。違う和也です。では和也さん。そうシミュレーションの邪魔してごめんね。いえいえ。それじゃ。はい。いらっしゃいませ。ジャンクスへようこそ。こんにちは。どうもルコフリット。はい。なんです？突然僕の名前なんか。今まで気にしてなかったけど、この人名札があった何か失礼なことでも。いえなんでもないです。ごめんなさい。用は済みました。また来まーす。またのお越しよ。何だったんでしょう。白波入ります。タクトさんが完全に乗り気で。おっと通信中。だから申し訳ないんだけど。要するに元エルシオールクルーの本日中の帰還は絶望的ということですね。まあそういうことかな了解しました。シフトを組み直して対処します。ごめんなさいね。いえ、ここからの伝言は以上よ。ありがとうございました、ブルーベリー書記官。ブルーベリー？では。何か用ですか、白波少尉。いえ、大したことではないんですけど、オペレータさんのフルネームを教えていただこうかと。本人に聞くのがよろしいのでは。わかりました。それじゃあ。こんちは。響さんに趣里さんだったよな。どうも。こんにちは。僕たちのフルネームですか？どうしてまた？いえ別に。ファーストネームしか知らないのも失礼かなーなんて。なるほど。僕のラストネームはタクマ、響タクマ少尉です。私はシュリ・メランザーナ、同じく少尉になります。あと
元エルシオールクルーのがっしりした人は？彼はオーギョーチナウル少尉ですね。実は一つ疑問があるんですが、なんです？そのナオルさんなんですけど、時々セキュリティの仕事もしてますよね。え？ごめんなさい、知らないんですね。何がでしょう？白波少尉が言ったそのセキュリティは大行地マジル少尉。ナオルとは双子の兄弟なんです。双子？ええ、確かにそっくりだから勘違いするのも無理はありませんけどね。はあ、衝撃の事実だ。てっきり兼任してるんだと思ってました。おっと、忘れないうちにメモ。響拓磨さんに首里メランザーナさん、それと大行地ナオルさんにマジルさん、しかも双子だ。よし、ありがとうございます。いえ。どうも。ちなみにカー副長。何ですか？先ほどアルモさんにブルーベリー書記官っておっしゃってましたけど、ひょっとしてラストネーム？いかにも。ついでにメモしとこう。アルモブルーベリーだ。身の回りの人物のフルネームを知る。なかなか良い心がけだと思いますよ。それはどうも。本当の理由はやっぱ伏せておこう。ではお邪魔しました。失礼します。班長にコロネさんはと。よーし、テスト起動の準備だ。いた。アニスの機体をチェック中か。ちょっと様子を見よう。そんじゃかけてみろ。おい、もういいぞ。ほな止めるで。どうやった？やっぱ聞こえんな。せやろ、ちょっと心配やな。ああ、どうかしたんですか？カズヤン。レリックレイダーに異常でも？異常ってほどでもねえがな。エンジンからノイズみてえな音がちびっとだけ聞こえんだ。ノイズですか。僕には分からなかったな。そらそやて、うちらの耳でやっと聞こえる程度やで。カズヤンにはちょっと無理やな。なるほど。ま、しょうがねえ。様子を見るしかねえだろう、こいつの場合。せやな。で、どうしたい、和也。なんか用か？おっと、そうでした。実はお二人の名前を教えてほしいんです。ああ？クロワにコロネやて。大丈夫？あとすいません、フルネームってことです。なんでそう言えよ。俺はブロート、クロワブロートだぜ。んでこいつがシュクリームだっけか。シュークルートや。コロネシュークルート。悪いコロッと忘れちまってた。そのままコロッといてまや、このモロクジジイが。んだと？なんや？いつまでたっても減らねえ口だな、おい。減るも何も最初から一個やボケ。そんじゃ向こうのハッチまででどうで？望むところや。カズヤ！頼むで。はい。
よーい。ぶっちぎりじゃぬっかせードーン。黒はブロートとコロネシュークルートと。はい、オッケー。おー、カズヤ、よく来たな。ランティ・フィアドーネ。あ？よく考えたらこいつのフルネームは知ってた。何ブツブツ言ってんだ？ああ、なんでもないよ。それよりなんかご機嫌だけど、いいことでもあったの？よくぞ聞いてくれました。いや、来てくれるんだよ、ここに時空の女神様がな。ミルフィーさんが？その通り。式典会場で料理を運んでたら偶然会ってよ。ランティさんのお料理はいつもとっても美味しいです。なんて言ってくれちゃったもんだからさ。光栄です。ルクシオールにお越しの際にはぜひとも我がビストロへお越しください。つったらさ。わかりました。今度伺ったら絶対に行きますね。だってよ。参ったわ。あははは。いやもうどうすっかな。おい、知るか。妄想の邪魔しちゃ悪いからもう行くよ。何を作って差し上げましょうかね、ミルヒーさん。聞いてないし。こんにちは。いらっしゃい。あ、制服が。さすがに今回は分かりましたね。今回？ほら、前回の制服チェンジの時はなかなか気がつかなかったじゃないですか。あれ？ちょっとまさか忘れた？いつ頃の話でしょう。3ヶ月前です。UPW への転籍に合わせてここの制服を一新しました。そうでしたっけ？もういいです。和也さんにとってここの制服なんてどうでもいいことなんでしょ。いや、そんなことないですよ。もう今回のは素晴らしい。華やか、あでやか、きらびやか。メルバさんの美しさが引き立ちまくってますです。わざとらしいです。まったくもう。すんません。でも今回の制服が素敵なことは間違いないかと。本当？ええ。本当ですか？本当に本当です。かわいい？はい。どのくらい？とっても。和也さんたら口がうまいんだからいで。しょうがないから許してあげますよ。あー、疲れる。ではご注文は？あ、実はお茶しに来たんじゃないんです。ちょっとメルバさんのフルネームを教えてもらおうと思って。私の名前ですか？ブラウニーですよ。メルバ・ブラウニーですね。そうそう。メモ。メルバ・ブラウニーだ。ありがとうございます。いえいえ。それじゃあ失礼しますね。和也さん。はい。この服本当に可愛い？もちろんですとも。最高です。やっはー！そんなこと言ったって何も出ませんよ、和也さんってば。ではランラランスティックセニョールなんちゃって制服変えてよかった。それじゃあこの辺で。どうもありが
礼します。おやおや、これは白波くん、こんにちは。見たところ怪我や病気ではないようですね。何かご用でしょうか？先生のフルネームを聞きに来ました。私のフルネーム？はい。モルデン・ベーグルですが、一体なんでまた？ちょっと待ってください。メモをしますんで。モルデン・ベーグルと。ありがとうございます。いえいえ。実はエンジェル隊のみんなが名前占いに没頭中でして、口を滑らせたら聞いて回る羽目に。はは、なるほど。それはご苦労様です。カルテを見れば一目瞭然なのですが、さすがに個人情報なのですみません。いえいえ、そんなに大変じゃないですから。では失礼しました。はい、頑張ってください。こんちは。いや待て、きっとフルネーム？それを知ってどうするのさ。占い？またくだらない用事で僕の聖域に入ってきやがって。作業の邪魔だ、さっさと出てけって感じだろうな。何？うるさいな。ごめんなさい。なんでいつも突然現れるんだこの人は。入ってくるなりため息ついて。何の用なのさ。そのですね、フルネームを教えてほしいななんて。フルネーム？それを知ってどうするのさ。いえ、今エンジェル隊のみんなで名前を使った占いをしてまして。占い？またくだらない用事で僕の聖域に入ってきやがって。作業の邪魔だ、さっさと出てけ。はい、すいません。一言一句予想した通りの展開だった。ステリーネさんは諦めよう。ステリーネさんは諦めてもらうとして、これで主だった人は全部聞けたはず。ただいま戻ってきたのだ。調べてきたよ。おっせ、待ちくたびれたぜ。こっちの苦労も知らないで。早速入力してみようぞ。わかった。リコのパッド貸して。どうぞ。モルデン・ベーグル、フロワ・ブロート、コロネ・シュークルート、ランティ・フィアドーネ、メルバ・ブラウニー、ルコ・フリット、響タクナ、シュリ・メランザーナ、オウギョウチ、ナオル、オウギョウチ、マジル、ついでにアルモブルーベリー、ブレンダ、グリシーニと。はい、入力完了。アルモさんってブルーベリーって言うんですね。たまたま聞けたんだ。ルコって？コンビニの店員さんですけど。おお、そうだったのか。名札見ないのは僕だけじゃないらしい。ブレンダさんって誰ですか？聞いたことありません。シミュレータールームで会ったんだけど、新任のシャトルパイロットって言ってた。そういえばそんな話があったような。どうでもよいではないか。さっさと占おうぞ。わかった何を占う？風。やっぱ相性からだろ。なのだ、すごく面白いのだ。ひったくることないだろうっせ。どらどら。
もう。おお、出た出た。これはひどいの。ある意味奇跡ね。目も当てられん。悲惨なのだ。どうしたの？いや、まずワーストが出たのだがな。コックの数値が異常じゃ。ランティの？見せて。ほれ。あいつとの相性値、女性全員 0%。 むごい。なあなあ、試しに鍋とかフライパンって入れてみね。きっと 100% って出るのだ。やめよよもやマイヤーズ長官の動物属性が。タヌキとはのこれ当たりすぎます。ほんとよくできたプログラムね。よっしゃ、次は何にすっかな。あれ、なんだ。もう次に行かねえぞリコ。ちょっと見せてください。もう占う項目がありませんね。なんだ、終わりかう。いい頃合いじゃない。随分とここにいるよ。それもそうですね。ちと目も疲れたかですな。面白かったのだ。よし、そんじゃ解散。和也さん、フルネームの収集どうもでした。サンキュー。ご苦労じゃったな。おかげで楽しいひとときが過ごせたぞ。ありがとなのだ。みんなお疲れ。さてと、今何時なんだ？なんだ、まだこんな時間なのか。さっきは名前を調べるばっかりだったし、もう少しみんなの様子を伺ってみようかな。和也だよ。おお、良きタイミングじゃ。はよ入れ。どう？部屋には慣れた？なかなか気に入っておるぞ。ちと狭いがな。正直だな。それでどうしていいタイミングなの？ああ、そうじゃ。これを見よ。楽器だよね。古琴というものじゃ。工女であった頃によく弾いておった。へえ、どんな音がするんだい？まあ待て。音を聞かせる前に尋ねたいことがある。何？聞いた話によると、ソチも弦を奏でるそうではないか。ギターじゃったかの？ああ、ギターね。まあ確かにかじってはいるけど。よし、楽をめでるは良き趣味ぞ。そこでこれじゃ。楽譜？ぜひ共につまみこうではないか。はい、セッションってこと？その通り。いやー、趣味で弾いてるだけだし、できるかな。大丈夫じゃ。今すぐというわけではないぞ。わらわもしばらく弾いておらんのでな。互いに練習を重ね、特進できたらということにしようぞ。では
早速練習に励もうと思う。すまぬが部屋を出てくれ。わかった。それじゃあ楽しみにしておるからの。えらいことになってしまった。どんなだったかっちゃと。だだっ広いだけで一つも面白くない。思い出しただけで息が詰まるわ。あら、白波。いや、何か見てたの？ええ、マジークで流行ってるショートフィルムよ。へえ、どんな話なんだい？古い農村に都会から男の子が引っ越してきました。慣れない田舎の生活に四苦八苦します。でもそれを乗り越えて最後はクラス一の美人と甘酸っぱい初恋にって感じ。あんたこういうの好き？いいね。青春だよね。あんたバカじゃないの？なんで？こんなベッタベタな話のどこがいいのよ。僕は分かりやすい話が好きなんです。あっそう。とにかく買った私が損したことは確実。ムカつくったらありゃしない。まあまあ。はい、このソフトあげる。いいよいいよ。それじゃあ消えてもらうわ。あっと、捨てといて。黒焦げだ。これはアッサム、こっちはジャバット。リカ。あ、カズヤさん。大変そうだけど在庫の整理かい？ええ、ちょっと前に紅茶の葉を何種類か発注したんですけど、届いたら全部同じ袋の上に混ざっちゃってて。どうやって見分けるの？見分けるんじゃなくて嗅ぎ分けるんですよ。はい、これはアールグレイです。またまた当てずっぽでしょ？そんなわけありません。だいたいそれじゃあ整理にならないじゃないですか。ああ、そっか。これはヌワラエリアですね。ヌワラリヌワラエリア。しっとりとした味と甘い香りが特徴です。はあ、さすが紅茶博士。嗅ぎ比べだからそんなに難しくないですよ。ちょっとこれを嗅いでみてください。次にこれを。あ、ほんとだ。違う。こうやって比べられるので分かりやすいんです。いや、でも種類を当てられるのはすごいと思う。まあ趣味ですから。あれ、なんだろうこれ。それじゃあ邪魔しても悪いから行くね。わからない。なんで？聞こえていないようです。
何してるの？和也さん。書類？わらわの入隊のためのものぞ。今頃？タクトさんが仮書類で通していたので、正式なものを再提出する必要があるんです。ちんぷんかんぷんなのでな、書き方を教わっておったのじゃ。なるほど。あとはここにサインじゃったか？はい、それでおしまいです。では。なんじゃ、間違えたか？いえ、違います。筆運びもサインの形もとても様になってるので、ちょっと驚いちゃったんですね、和也さん。そう？別に普通だと思うけど。まったく思って空気の読めんやつじゃ。ごめん。私はすごく上手だと思いますよ。ま、書き慣れておるからの。慣れてる？ああ、そうですよね。工女だったんですから。日に何十何百と書類にサインしておったからな。多少はうまくもなろうって。ああ、そういうことか。でも本当に綺麗。世辞は予算か。何言ってるんです。私なんてこんなのですよ。大丈夫大丈夫、全然問題ないよ。本当ですか？ほんと、僕なんてこんなだもん。ね。私この書類提出してきますね。わらわはちと用事を思い出した。それじゃあ。いとまする。いっそ下手くそと言ってくれた方が傷は浅かったかも。リコさん、茶葉の仕分けありがとうございました。いいえ、これ新しく入荷したものなんですけど、一杯いかがですか？いいんですか？なの和也。キャッチャーやってるんだ。取れないのかい？そうなのだ。何度もやってるのだ。悔しいのだ。はまっちゃったね。どれくらい使ったの？2000ギャラくらいなのだ。そんなに？親分に比べれば大したことないのだ。この前1万ギャラ使ってたのだ。アニスを比較対象にしちゃいけません。どうしてもこのぬいぐるみが欲しいのだ。仕方ないな。お兄さんが取ってあげましょう。本当なのだ。はい、これ両替してきてくれる？和也優しいのだ。それじゃ行くぞ。頑張るのだ。まずは縦軸っと、次に横軸っと。よし、いい感じ。行くのだ。そこだ、つかめ。ダメだったのだ。くそ、もう一回。持ち上がった。
いいぞー。もう一回。今度こそどうだ。ふざけやがって。もう一回だ。もう一回。もう一回。財布が軽い。副長、入隊用の書類じゃが。はい、聞いています。艦長に代わり私が預かりましょう。はいよ。和也だけど。ああ、開いてんぜ。わ、何この鍵の山。あ、こうか。おい、次。ひょっとして鍵開けの練習？まあ、たまにやっとかねえと勘が鈍るからな。よっと次。はあ、こいつは楽勝だ。すごいね。大したもんだ。どうだ、おめえもやってみっか。え、僕が？ああ、そんな泥棒みたいな真似はやだな。ああ、そりゃ俺が泥棒ってことか？いや、そういうわけじゃないけど。いいからやってみろよ。相変わらず強引だな。これが簡単そうだ。ほらよ。道具は？そんなのはこのヘアピンで十分だ。ヘアピンなめんなよ。俺は命を救われたこともあんだぜ。どんな状況だったんだか。ほら、グダグダ言ってねえでやってみろって。わかったよ。どれどれ。こうか？まだかよ。よし、どうだ。ダメだ。はあ、貸せ。あ、こんなのは1秒だ。1秒。そんなこと言われたって。やっぱおめえには無理だ。トレジャーハンターは諦めろ。だからそんな気ありません。は？んだよ、錆びちまってんじゃねえかこれ。さすがにお手上げだね。バカ言ってんな。あ、こんな時は蹴るのが一番さ。壊れちゃったじゃないか。乱暴だな。何言ってんだか。目的は鍵を外すことだ。開けることじゃねえ。はいはい。それじゃあこの辺で失礼するよ。ああ、じゃあな。お、こいつは手強そうじゃねえか。何よ、こうか。しゃあ、よし次。ま、すごいことは認めるけどね。
さてと、明日もエルシオールで先輩方の手伝いだからな。早めに寝よう。そうしよう。いや待て、夏目との約束があったんだ。仕方ない。少しギターの練習するか。今日は式典の最終日。内覧会の手伝いも最後だな。なんか眠気が取れないんだよね。おはようございます。あ、おはよう。早いね。全然早くないですよ。あれ、そっか。夜更かしでもしたんですか？いや、早めに寝たんだけどな。なんか眠いんだよね。そういう時は体を動かしましょう。脳に血を送ると目が覚めるらしいです。なるほど。トレーニングルームでも行くかな。あ、それならリリーさんが今日課の真っ最中ですよ。鍛えてもらったらどうですか？いいね。剣術は結構体を動かすし。そうするよ。はい。1時間後には定例ミーティングです。ぼーっとしてるとカー副長に怒られますよ。ココさん、やっぱり戻ってないの？ええ、結局式典開催中は戻られませんでしたね。今日も油断ならないな。館長の所在と白波少尉の油断に相関関係は認められません。やめてよ。それじゃ。よし、やるぞ。今日こそ念願の一本を。無理か。やってるやってる。後ろ姿だってのに気合がビシビシ伝わってくる。ちょっと様子を見よう。お、一息かな。覗き見は感心しないな。気づいてました？当然だ。ドアが開く前からな。またまた。本当ですか？どうした？何か用か？ええ、なんか眠気が取れないので体を動かそうと思って。手合わせをお願いしてもいいですか？もちろんだとも。練習灯を持ってくるといい。わかりました。ほう、構えは様になってきたな。そうですか？隙ありだ。ではかかってくるがいい。はい、行きますよ。コンビネーションにも流れが出てきたではないか。褒められてももう油断はしません。いい心がけだ。もう一丁。はい、その息だ。どんなもんでしょう。いや、大したものだ。多少とはいえ差しで私の息を上げるとは。ふりゃむとりゃてやなんか
少し気持ちいいです。大丈夫か？ハイになってるのではないか？え？そうなのかな。あれ？和也？おい和也！なんか音がよく聞こえる。リリーさんの息遣い。子供？この音は何だろう。なんだ、僕の汗が床に落ちる音だ。へえ。和也！和也！リリーさんが何か言ってる。なんか目もよく見えるな。しっかりしろ！隙だらけですよ。後ろもガラ空きだ。はっ！隙ありー！やったー！和也？やったやった！初めて一本取った！嬉しい！相手がセルダールの騎士と言ってもやっぱり悔しかったんですよ。ってリリーさん？一本ですよね今の。そうだな。よーし認めた！でもどうかしたんですか？隙だらけでしたよ。少々気が散ったようだ。工房も筆の誤りですか？そう言うな。もうこんな時間か。定例ミーティングですね。すぐに汗を流さねば。急いでシャワーを浴びましょう。それじゃあすいませんが勝ち逃げです。ありがとうございました。あれは確かに和也の気配だった。何故背後からも。シャーベット入ります。白波同じく。お疲れ様です。あれ、アニスとナノナノもまだ？はい、二人してゲームに夢中になっておったぞ。レクリエーションラウンジで？朝から遊ぶことに余念がないな。ナノナノ入るのだ。噂をすれば。なんだよ。別に。副長、全員揃いました。そうですか。では式典の手伝いもあります。早めに定例ミーティングを終わらせてしまいましょう。カー副長、マイヤーズ長官より緊急連絡です。緊急？スクリーンへ。了解。タピオ。長官、どうしました？時間がない。担当直入人を。エデンにウィルが現れるかもしれない。ウィルだって？しかもエデンに？なるほど。それでエデンのどこに？それが。長官？タピオ、落ち着いて聞いてくれ。はい。実は予想出現座標がポイント VMG774 なんだ。なんですって。どこなんだ？まさか。そう。バルバロス星系にあるバルバスクのボスへ。バルランダルよ。ノアさん。素早いな。なんで突然ノアさんが？オペレーター、今すぐ向かってちょうだい。
はい、バルランダルにですか？そうよ、時間がないんだから。副長、早く。何グズグズしてるの？ガー副長、早くしなさいって言ってるでしょ。タピオカジュース。軌道離脱。コースをバルバラス星系に最大戦速で発進。了解。航路オプティマイズ。終了次第クロノドライブ。オプティマイズ開始。汎用演算機をできる限り回して。とにかく急ぐのよ。わかりました。メランザーナ少尉、そのように。ノアさん、ちょっと落ち着こうよね。落ち着けるわけないでしょ。私があれだけ言ってたのに、何も対策しないで放っておいて、蓋を開けたら案の定じゃない。まあ UPW もできたばっかりだからさ、いろいろと不備もね。ことには重要度ってものがあるんじゃないの？わかっただからもうちょっと冷静に。とてもじゃないけど、そんな気にはなれないわ。勘弁してよ。お望み通り臨時司令官権限も与えたんだし。司令官権限与えた？立場的にマイヤーズ長官からノア代表に権限が付与されるのは変だと思いますが。代表なら辞めたわ。辞めた？今は UPW 科学技術調査局の局長。清々した。科学技術調査局、聞いたことがありません。いやー、ついさっき彼女が代表の権限で本部直下に発足させてね、自分を局長に据えちゃったんだ。その後に代表を辞められたと？そういうこと。あんな能なしどもの代表なんてもうゴリゴリだわ。これからは無限回廊の研究に集中させてもらうことにしたの。では今現在の代表は？知らない。知らない？時間がなかったからそこまで手が回らなかったわ。ああ、そのことなんだけど、とりあえずルフト先生がね。バイツェン提督ですか？あら、いいじゃない。きっと立派に務めるわよ。いやはや、まったく。科学技術調査局を立ち上げることも、その局長に収まることも、さらには代表を辞めることも、全て本部内のことだから問題ないよ。言い訳も立つ。君は一番偉かったわけだし。でもね、いくらなんでもあれはまずかったんじゃないかな。あれ？うるさいわね。そのおかげでこうして迅速に対応できてるんじゃないの。そりゃそうなんだけどさ。ね、この私が自らあんたの下に収まってあげたのよ。何の文句があるっていうの？俺の命令なんて絶対聞かないくせに。だいたい本部管轄下に発足させたのは、あれの事後処理をこっちに回すためだろ。あれって何のことだろう？どうせレスターにやらせるんでしょ。今回ばかりはそうもいかないよ。長官、あれとは何のことでしょう？どうしました？まあ詳しいことは後でノアに聞いてくれ。はい、わかりました。本来ならエデン軍を派遣する場面なんだけど、ルクシオールの方が断然早いからね。その次に早いエルシオールは地面の上。大気圏離脱にはどうしたって時間がかかってしまう。ええ。とにかく今は現場にいち早く向かうことが重要なんだ。事態はかなり深刻かもしれない。気をつけてくれ。了解しました。それじゃ俺もいろいろとやることがあるからこの辺で。See you! さあ、T ラウンジに行くわよ。どうしてですか？ミーティングに決まってるでしょ。ブリーフィングルームなら空いていますが。喉が渇いたの。もう先に行くわ。では白波少尉。はい。エンジェル隊は全員 T ラウンジに移動です。わかりました。貸し切りの手配はこちらからしておきます。よろしくお願いします。みんな行こう。はーい。
なんかすごかったのだ。半分も理解できてません。それよりもウィルです。現れるかもしれないとはどういう意味なのだろうな。早く行こうじゃ。おいしい。落ち着きました？まあね。それでバルランダルにウィルが現れるというのは？ちょっとお茶の一杯も飲ませてくれないわけ？あ、すみません。バルランダルはカー副長の故郷。やっぱり気になるんだな。しょうがないわね。お願いします。あんたに理解させるだけなら楽でいいんだけど、そうもいかないわけでしょ？そうですね。できれば全員に理解しやすいように説明していただければと。ぜひ。それじゃあ私が無限回廊について研究してるのは知ってるわよね？ええ。3ヶ月前のパルフェとの戦いの時、その存在を知ってからずっとですよね。そうで、最近一応その成果が出たの。もう穴を開けられるようになったとか？まさか。いくらなんでも早すぎじゃろう。そう、早すぎよね。開けられるんですか？いえ、開けられないわ。ちょっと引っかかることがあるだけ。とてもまだそんな段階じゃない。なんで？大したことねえな。猿に言われたくないんだけど。あら、そう？ウキキアニス。えいえい。他に分かったことはないのだ？あるわ。兆しをつかんだの。これは間違いないわ。兆し？そう、無限回廊が開く時の兆候を発見したのよ。おお、それはどんな？ちょっと興奮しない。あ、すいません。それじゃ質問。パルフェが無限回廊を開いたのはいつ？そしてどこ？最初は三公爵を連れ去った時で、場所はセルダールですね。次は？やっぱりセルダールです。白き月を軌道に運んだ時。ノイエ的には正解。ノイエ的？白き月ってのエデンで回収してるはずだろ。あ、そっか。それが最初なのか。何よ、相変わらず鋭いじゃない。野生の勘ってやつ？まあな。やっぱ猿ね。ハニス、おあいこおあいこ。ノアさん、続けて続けて。もう。それじゃあ海兵を1回と数えるなら全部で何回現れた？エデンで1、ノイエで2です。正解。計3回無限回廊は姿を現してるの。そこで当該時刻にヒントがないか調べたら、東大元暮らし三公爵が飲み込まれた時はこのルクシオール、白き月の強奪時にはヘルシオールがそばにいたわけ。この2巻は常時センサーログを取っているでしょ。ああ、なるほど。そこに何か記録が？ええ、2巻とも独特のパターンを持つ重力波を記録していたわ。重力波って確かものすごく微細なんじゃ。あら、物知りじゃない。よく検出できましたね。この船とエルシオールのセンサーは特 A 級よ。距離さえ近ければ重力波も捉えられるわ。なるほど。そしてダメ押し。白き月がセルダールに現れた時、折しも王立天文台が観測の真っ最中。それもエデンから納品されたばかりの特 A 級のセンサーでね。それじゃあその天文台でも？
データを取り寄せて2巻のものと比較したわ。そしてビンゴ、見事に同じパターンを記録してたわけ。しかもそれらの波形は全て無限回廊が開く時刻に向かって増幅、開いている間は維持、そして閉じた後に減衰してる。それじゃあ鈍いあんたでも分かったでしょ。その重力波パターンをあらゆるところで監視し続ければ、感知することで場所、強さを測定することでタイミングを予想できます。ご名答。ってことは今向かっている場所に？バルバロス星系に無限回廊の出現兆候を感知したの。ん？おかしくねえか？さっきタクトによ。私があれだけ言ってたのに何も対策しないで放っておいてって言ってたろ。その兆候のことなんじゃねえの？そうよ。つまり UPW は何も手打たなかったわけだ。まったくね。ならなんでそんなもん観測できたんだよ。船だってルクシオールはここ、エルシオールはジョノーじゃねえか。ジュノーね。ああ、そうか。まあいいや。それともなんだ、そのバルなんとかでもたまたま特 A 級のセンサーが動いてたのか？そんな都合のいい話あるわけないじゃない。んじゃどうやって？ハッキングよ。は？つまりこう、兆候のことを突き止めた私は対策を協議するため各宇宙の代表を招集したわ。でもどいつもこいつも観測結果とそれに伴う予想に懐疑的だったの。なぜです？あいつらにとっては憶測でしかないからよ。これだけ明確なデータであってもね。しかもあらゆる観測機関から協力が必要だってのに、情報漏洩によるパニックを恐れ消極の極み。まったく拉致が開かないったらありゃしない。頭にきた私は無理にでも事を進めようとエデン中の重要戦略拠点にハッキング、秘密裏に観測したってこと。へえ、やるじゃん。特進が言ったぞ。マイヤーズが言っておったあれとはこのことじゃな。ああ、なるほど。バルランドルにある何がしかの戦略拠点にハッキングしたわけじゃ。そう、軌道にあった12機の自動哨戒ポットよ。なかなか高性能だったわ。これはバレちゃったらただごとでは済まない可能性をはらんでいる。そっちは確かトランスバール預かりの身なのじゃろ。おお、そりゃ大変だな。また仲が悪くなっちゃうのだ。さすがのタクトさんも狼狽するわけですわ。口はバカみたいに達者だから何とかするでしょ。そんな無責任な。それで私たちが行くんですのね。どういうことなのだ？だって出現兆候をバルランダルの皆さんに教えれば済むことですわ。でもハッキングしたから分かりましたとは言えませんものね。いえ、多分理由はそれだけじゃ。はい、バルランダルは対戦で降伏した時軍の保有を禁止されています。だから最低限の自衛手段しか持っていません。あら。ノア代表。局長よ。失礼。局長の結論としてはウィルの出現は確実というわけですね。間違いないわ。そうですか。バルランダルにウィルが。カー副長。メランザーナよりカー副長。カーです。オプティマイズが終了しました。ではクロノドライブへ。はい。タピオ、計算結果をこれに。それと割り出された航路をノア局長のパッドへ転送してください。わかりました。今からクロノドライブだと
割と時間がかかるわね。先回りは無理そうですか？わからない。さっきも言った通り、例の重力波は無限回路が開いている間値を安定させるわ。でも前例の3つにばらつきがあるの。このままだと平均値あたりで到着ね。そうですか。しかもこれが初めての出現とは限らないわよ。どういうことです？ハッキングによる観測を始めたのはほんの数時間前。すでに水面下で進行されてても不思議じゃないわ。なんだって？とにかく準備だけは整えましょう。タピオ。はい。臨戦態勢よ。了解。第3戦闘態勢に移行します。和也。はい。出撃に備えて。了解です。みんないい？相手はあのウィル。ハイパーテクノロジーを自在に操る最大最強の敵よ。たとえ先手が取れたとしても大したアドバンテージにはならないわ。心してかかって。了解。間もなくドライブアウトです。全センサーを最大レンジにセット。ドライブアウトと同時にスキャン開始。了解。ドライブアウトまで5秒。4、3、2、1。なんですって？無限回路。緊急停止。シールド展開。第2戦闘態勢。時空湾曲反応感知特大です。そんなことはもういいわ。船よ、ビルの出力パターンは？あります。第1戦闘態勢に移行。ウィルカンの数と距離を。数は9、距離は約12万。数が10に増えました。敵艦武器を起動したようです。シールド最大出力。白波少尉緊急出動です。はい、みんな行くぞ。現在位置をこのまま維持。了解。ウィルカン周辺をフルスキャン。データを私のコンソールへ。はい。全通信チャンネルで呼びかけよう。わかりました。ノア局長、いきなり攻撃するわけにもいきません。一応の手順を踏みます。ええ、よりにもよって鉢合わせるなんて。ルクシオールよりブレイブハート。こちらブレイブハート。少尉、その場で待機です。みんな停止だ。カー副長、現状は？ウィルカンはルクシオールに向けて陣を形成しました。詳細を説明します。回線をエンジェル隊全員に開いてください。了解。これが周辺状況のスキャン結果です。障害物はこのようになっています。ルクシオールの位置はここ。対してウィルカンですが、
参考尺との戦闘データに照合した結果、この位置に駆逐艦、この位置に高速艦、そしてこの位置に巡洋艦といった艦船が配置されています。現在敵の武器は十分なエネルギーを保持、いつ攻撃してきてもおかしくありません。注意しつつ待機を続けてください。以上。ウィルカンに生命反応はありません。呼びかけにも無反応です。やはり自動操縦艦なのか。時空湾曲反応急激に低下、無限回路が閉じるようです。エンジェル隊3回。これで一区切りってこと？攻撃が来ます。車線から退避してください。了解。着弾方向にシールドパワーをシフトして。白波少尉、ウィルカンを敵とみなし、全力をもって対応してください。攻撃されたからには遠慮は無用よ。ミッション目標は敵艦の全滅。反撃です。了解。よし、共に戦おう。みんな油断するなよ。はい。3ヶ月ぶりの実戦。久しぶりなのだ。演習には飽きてきたところなのよね。腕が鳴りになるぜ。わらわの本当の初陣じゃ。許せねえ。こいつらだけは絶対に許せねえんだ。バルファスクを守る日が来るとはね。さあ撃つのだ。行きますよ。当たりなのだ。ビシッと命中なのだ。こんなもんかの。目標を撃破。うまくいったわね。ターゲット捕捉。逃げられたのだ。この程度の攻撃、ルクシオールなら耐えられるわ。分かった。回避成功。これは目標を倒しました。すぐにここから脱出しましょう。させるかよ。紙一重でも回避は回避じゃ。了解。了解よ。回避成功。いい具合に着弾したわ。ゼフィルス。これは回避不能です。中域内に新たな敵兵を確認しました。全部避けられたのだ。一石撃墜じゃ。言い訳をする気はないが、あの和也の一この反応敵じゃな。了解です。ジェノサイドボンバー。はい。一石終了なのだ。了解。やっつけたぜ。ビシッと命中なのだ。リペアウェーブ。
被弾しているわ。新たな服で早く対処なさい。回避は無理ね。シールド出力を上げなさい。目標撃破。ターゲット捕捉。船体損壊率 50% です。了解じゃ。さすがにやるじゃない。今のは少し聞いたわ。これは回避できないか。上々じゃ。回避されたのだ。外れちゃったのだ。ハイパーブラスター。命中なのだ。目標の破壊に成功。やらせません。目標沈黙。逃げんなっつうの。敵に当たったのだ。イーグルゲイザー攻撃を回避。なのだ。当然じゃな。了解です、少尉。これはエネルギーが半減しました。この一撃は効いたはず。なんとか平気です。ヘキサクロスブレイク。リペアウェーブ。この程度の攻撃、このままでは危ないわ。ジェノサイド行動を優先させなさい。一旦戻るわ。ハイパーブラスター。やっつけました。なるほどの失敗なのだ。ゼフィルスランページ。2番機了解だ。うやはいなのだ。いやさせないのだ。エネルギーまだ OK なのだ。補給に行く余裕はないか。ファーストエイダーにこの動的者だ。わかった。やっつけたぜ。5番機了解。よしわかった。了解です、少尉。脅威なのだ。補給完了。2番機完全回復。機体ともに回復。完璧なのだ。全力で戦ってくるのだ。復活。早くなれ俺の獲物は残ってるか。敵を確認。攻撃に入る。命中なのだ。いや痛いのだ。敵に当たったのだ。よし当たり。たのだ。いってえな。敵一隻を撃墜。ジェノサイドボンバー。リペアウェーブ。ざまみろ。これでしばらく大丈夫じゃね。なのだ。ヘキサクロスブレイク。命中したのだ。撃墜したわ。ブレイブハートからルクシオール。こちらルクシオール。敵艦を全滅させました。はい、確認しています。カズヤ、はい。例の重力波が高い値をキープしたままなの。ということは無限回廊が開く可能性がまだ。ええ、十分にあるわ。引き続き護衛パターンにて待機してください。了解。艦周辺状況はどうですか。異常はありません。
時空湾曲反応は？今のところは計測できいえ、感知しました。急激に増大。やはり二陣ですか。そのようね。敵艦出現、数30、距離約15万です。おい、厳しい戦いになりそうです。ちょっとヤバそうだな。映像通信が入りました。つなぎなさい。スクリーンへ。はい。パルフェ。どうもルクシオールの皆さん、こんにちは。あんた誰よ？パルフェ？いえいえ、私はパルフェではありません。同じデバイス階級の一人、ウィルのソルベと申します。デバイス階級？パルフェと違ってハッキングじゃないのね。通信というコミュニケーションも悪くはありません。こっちに合わせるところは評価してあげるわ。なるほど。黒き月のノア、データにある通り、いいえ、それ以上の気の強さです。リサーチ済みってわけ？はい、もちろん。それで何しに来たの？いやはや驚きましたよ。このエリアへの本格的な侵攻でいきなりあなた方と遭遇することになるとは、これは偶然なのでしょうか、それとも。さあ、たまたまだと思うけど。まあいいでしょう。たった一隻なのですから、あながち嘘ではないのかもしれません。ノア局長、よろしいですか。ええ。ソルベよ、本題から外れています。おや、あなたは確かタピオか。ええ、バルファスクのタピオです。いかなる理由で我が母星に侵攻するのか、それを答えていただきたい。理由？そうですね。あえて言うならデモンストレーションでしょうか。一体何のための、何を誇示したいのですか。それを今お伝えしてしまっては、どうか楽しみにお待ちください。その必要性を感じません。質問に答えていただきたい。まあまあ、そう慌てずに。それよりもノアさん、少し困ったことがあるのですが。何よ？この接触により計画が少々狂いそうなのです。あら、残念ね。そこでお願いがあります。できればこれ以上邪魔をしないでほしいのですが。嫌よ。無理な注文というものです。そうですか。では仕方ありません。おとなしくなっていただきましょう。メインパワー急激に低下、原因が特定できません。これは参考尺の使った動力停止波。メインパワー元に戻りました。おや、無駄よ。その波動のキャンセラーを用意してあるわ。逆位相波は私のお箱なの。ほう、やりますね。ついでに言うと、ヘイローのバックサージも対処済みよ。あくまで抵抗すると。無論ね。この数を前にしてもですか。ええ。これでは。武器を起動しました。気が変わりましたか。
和也。はい、攻撃準備。わかりました。前期攻撃形態へ行こう。ちょっとマジ？少々多くはないか。命令だ。修理用ナノマシンがなくなりそうなのだ。ちょっと落としがいがありそうだな。おやおや、この数の差ですよ。紋章機がいくら強力とはいえ、あなた方には厳しい戦いになると思います。逃げるのなら今のうちでは。余計なお世話ね。なるほど。悔しいけどこいつの言う通りだ。正直きつい戦いになるだろう。では致し方ありません。強制的手段に訴えさせていただきます。ご勝手に。もう一度言いますよ。逃げるなら今のうちです。お心遣いありがとう。やれやれ、これを聞きしに勝るというのでしょうか。ご期待以上だった。来る。ではみんな覚悟を決めろ。はい。攻撃開。何事です？これは何なの？実体弾です。亜高速で接近してきます。実体弾ですって？この光は破損箇所が治っていく。これはリペアウェーブ。ママたちなのだ。演者さん何度でも翼広げ空によし、待たせたね。教官。お姉ちゃん。はーい。私たちだけじゃないわよ。敵艦の数を確認。現在24です。敵とルクシオール間の通信周波数を特定。こちらの音声も割り込ませろ。了解。いやー、やっぱしっくりくるねこの感覚。俺に全部やらせてるじゃないか。いやいやいや、またまた美味しいところを分けてあげてるのに。はあ、でもさ、この船のこの椅子に座り、隣にレスターがいて、ここにアルモもいるなんて、まさに夢のようだね。ちょっとタクト。おっと、やれやれ、考えにふける暇もないか。何しに来たのよ。何しにってひどいな。助けに来たに決まってるだろ。ならさっさと片付けなさいよ、あのいまいましい連中を。はいはい、
わかったわかった。まったくノアのウィル嫌いにも拍車がかかってきたな。無限回廊で散々な目にあったんだ。当然だろ。それじゃまあ若き隊長に引き継ぎましょうかね。和也。はい。今からそっちの高速リンク式システムにムーンエンジェル隊とこの船を登録するよ。とんでもない。ぜひ長官が。ああ、いいよいいよ。めんどくさいから。はあ。12機と2隻への指揮一度やってるから大丈夫だろ。あ、1機多いのか。大丈夫です。よーし、いい返事だ。ミッション目標は敵艦の全滅。行ってこい。了解。アルモお願い。はい。ブレイブハートの高速リンク式システムにムーンエンジェル隊紋章機および当艦を登録。さてさて敵さんはどう出るかな。なるほど、そちらも増援ですか。その余裕いつまで続くのかしらね。厳しいお言葉です。さっきの言葉そっくり返してあげるわ。逃げるなら今のうちよ。これは参りました。ですが私にも立場がありますので受けて立たせていただきます。覚悟なさい。では改めまして攻撃開始です。和也、今私たちは全開さ。しっかり指揮しておくれよ。わかりました。今度は代理じゃなく本当の隊長さんですものね。緊張せずいつも通りでお願いします。落ち着いて。あれなんかデジャブ。やはり型なしだな。成長したところを見せて差し上げては。姉さん落とした数で勝負だ。あんたは何も変わってないみたいね。おやまたお姉ちゃんと戦えるなんて嬉しいです。頑張ろう。よーし、みんな隊長として命令する。なぎ払え。了解。この椅子ちょっと懐かしいわね。完膚なきまでに潰しなさい。二度と劣等なんて言わせないわ。いけない、回避がおろそかに。わかった。承知した。すみません、狙いがそれました。被弾しましたが損傷は軽微です。ちょっとバカと出るんじゃないよ。ギリギリで避けられたわ。いけない、されちゃいました。今の攻撃が当たるんですね。攻撃外れちゃいました。もう一回行ってきます。見てまして。効果的な一撃を与えられました。カンフーファイター攻撃に成功。攻撃体制によーし、なんだ。あれ、外しちまった。私としたことが。狙いが外れたわね。これでも食らいだ。次は逃がさないわよ。ファースト。目標を撃破。うまい
感じに当たったね。もう私たちと味方だ。すまない NG だ。被弾しました。当たったみたいなの。攻撃を受けたわ。知ったか。大丈夫、かすり傷よ。うぬぼれし者どもよ、劣等とあざける者の力よし、いい当たりだ。攻撃を上々です。あら、フェイタリアード。敵を破壊しました。当たりました。早いね。トクトブランセ牽制フライヤーダンスアンカー。やるな、かわされた。よし、やっつけた。衝撃を受けました。勝ちかしら。いきまーす。失敗。はい、攻撃を受けました。全方位当たっちゃったわ。リペアウェイ調子に乗りすぎたか。センサーに反応あり。これより攻撃に向かいます。痛いですわね、もう。全訪問解放。出力最大。ハイパーストライクバースト。次行くわよ。ゼフィルス目標を倒しました。この程度ですぐにここから脱出しましょう。余裕があるのでしたら補給の指示をお願いしますわ。あら、着弾を確認。当たったようだな。成功です。了解です、少尉。ちょっと失敗なのでこれで決まりよ。痛いですよね。もう一回チャレンジします。いけない、それちゃいました。敵に回避されましたわ。効果的なよし、必中。もう動きがフェイタルアド。退きなさい。フェイタルアド。当たったのだ。はい、成功。ジェノサイドボンバー。それでよい。傷ついた翼に再び近づく。牽制祭。残念。アンカー。もう一度だ。和也君、無限回廊から大量の増援を確認したわ。こちらでも確認しました。気をつけてください。大丈夫です。負ける気がしません。俺こんなセリフ言ったことないよね。いいからアドバイスの一つでもしろ。敵を撃墜しましたわ。エルシオール了解。攻撃に失敗。もう一度やってみます。成敗じゃ。回避したのだ。リペアウェーブ。さて、撃つとしますか。今の攻撃でかなりダメージを与えられた。攻撃を開始します。バルファスクとの希望の光。攻撃かわさましてみせます。絶対に練習です。シミュレーション通りの動きができました。すべての損害箇所分析完了。リペアウェーブ一つ発動します。共存成功しました。それを摘み取ろうとする者はうまく避けられました。クロスキャリバーエネルギー半減。目標を撃破。敵を発見。効果的なダメージを与えられました。命中。攻撃の失敗。なぜウィルがここに現れたのでしょう。ノイエは諦めたのでしょうか。指令サイニじゃ。効果的なダメージを与えられました。でもハーベスター次こそ被弾。ゼフィルスランテージ。やっつけたぞ。平和な分それにさあ撃つのだ。攻撃回避されました。了解しました。敵艦沈黙。敵にダメージを与えました。ヘキサクロスエネルギー残り半分だ。やるようだね。攻撃を受けました。目標次は外さない。やっつけました。エネルギーがステージ以下になりました。補給に戻ります。アーニス、せっかくだから受けて立つわよ。
私の本気見せてあげる。やりました。敵を倒しましたよ。ブレイブハートからエルシオール。やあご苦労様。マイヤーズ氏で全滅させましたよ。長官だってば。あ、すいません、なんかそんな感覚が。まあいいでしょう。とりあえず補給に戻ってそのまま待機ね。了解。敵のなんだっけ、ソルベだ。そうそう、そいつはノアに任せて一休みしようじゃないか。はい。敵より通信が入っています。スクリーンに出して。お見事です。どう？まだ追加があるの？こっちはまだまだいけるみたいだけど。いや、参りました。この辺りで退散した方が良さそうです。時空湾曲反応低下。無限回廊が閉じていきます。逃げるの？ええ、この状況では少々分が悪いようですので、しかし感心しましたよ。何が？精神力の利用法です。クロノストリングをここまで効率よく運用するとは正直驚きました。それはどうも。なかなかに面白いテクノロジーです。参考にしなくては。何を言ってるんだか。しかしですね、我々の技術もバカにしたものではないのですよ。よく知ってるわ。いえいえ、そう言わずにぜひともじっくりと味わってみてください。どういう意味？本来でしたらもう少し先の予定だったのですが、今回勝利を収めたあなた方へのご褒美として前倒しすることにいたしましょう。何をよ。先ほどタピオさんにお話ししかけましたね。デモンストレーションのことですよ。確かにそのことについてはうやむやになっていましたが、絶対的な軍事力、あるいはテクノロジーの差を見せつけることではないのですか？ええ、その通りです。それともう一つ思い出してください。私はこの星系への侵攻について本格的と言ったのを覚えていますか？ええ、覚えて。やはりすでに。はい、準備は少し前に整えておいたのです。なんですって？では失礼して。ちょっと何なの？あ、もう少しお待ちください。ふざけないで。終わりました。どういうこと？何をしたの？いえ、大したことではありません。たった今この星系の第二惑星を少々変化させただけです。変化ですって？何に？すぐにお分かりいただけると思いますよ。ではごきげんよう。待ちなさい。無限回廊が閉じます。いいですか皆さん。我が主がその気になればもっと大きな規模で起こせます。よく覚えておいてくださいね。ソルベ！無限回廊完全に閉じました。例の重力波も減衰の傾向が見られます。全センサーで第二惑星方向を遠距離スキャン。了解。徹底的によ。はい。
ラピオ。はい。第二惑星ってやたら大きくて死んでるやつよね。直径は第3惑星であるバルランダルの約5倍。核まで冷え切った死滅惑星です。生物は存在しません。軌道がバルランダルに近かった記憶があるんだけど。ええ、とても近く、公転周期も禁じしています。そのため最接近時に我が母星はとても長い日食期に襲われるのです。そんなバカでかい岩の塊に何したっていうのかしら。マイヤーズ長官より通信です。つないで。ついでに全紋章機にも。了解。いやー、聞いてたよ。奴は何をやらかしたのかな。さあね。和也。はい。ポルテ。はいよ。護衛パターンで待機を継続してちょうだい。無限回路出現の兆候を示す例の重力波は減衰してるけど、念のためよ。了解。ちょっと、オペレーター、スキャン結果はまだ出ないの？すみません、何分遠距離なので、もうすぐ出ると。あ、出ましたの。どうしたの？特異点反応です。第二惑星が存在しません。ブラックホール化したようです。なんだって？縮退させたって言うの？局長、このような場合、恒星からの引力を受けにくくなるのでは？おそらく公転軌道を外れるわ。バルランダルは間もなく日食期なのです。あんたは急いでブラックホールの進路を計算。私は最悪の事態を想定して対策を考えるわ。了解しました。おいノア、まさか勘が当たらないことを祈って。どういうことなんです？第二惑星がブラックホール化することで公転軌道を外れるの。星系外に進んでいくんじゃないんですか？それだけならいいんだけど、今は。結果が出ました。やはりタイミングを狙っていたようです。そうなのね。はい。おいおい、冗談だろ。なんてことだ。一体何なんです？軌道を外れた第二惑星はバルランダルへの衝突コースをとっています。それってブラックホールがバルランダルにぶつかるってことですか？そうよ。どうなるんです？吸い込まれちゃうんですか？それはないわ。どんな方法を使ったのかは知らないけど、縮退は無理やり。第二惑星の質量を考えればブラックホールの規模は極小よ。おそらく大きさはボールほど。なら大したことないんですか？とんでもない。サイズは小さくても重力圏の影響は計り知れないわ。天候や潮汐力に影響して大災害を引き起こすはず。そして何よりその質量密度から進行を阻む要素が皆無。進行を止められないとどうなるんです？バルランダルを貫通するのさ。貫通？地殻および内部核への影響は予想もできないわ。それじゃバルランダルは壊滅よ。なんとかできないんですか？攻撃するとか。相手は元巨大惑星だよ。何をしたって焼け石に水さ。でもそうだ、エルシオールのクロノブレイクキャノンは？それも無駄だ。バルランダルの5倍じゃ質量が大きすぎる。ならすぐ避難を。バルファスクの人たちを脱出させなきゃ。接触まで1日もありません。ほとんどの住民が脱出不可能です。そんな。ちょっと静かにして。今計算に必死なんだから。
解決策が見つかったかい？ええ。本当ですか？どんな？いい？よく聞いて。まずブラックホールの破壊は無理。今ここにあるエネルギーをどう工夫したってあの質量は打ち消せないわ。なら残された道は一つ。軌道をそらすことよ。なるほど。それでその方法は？結論を言うわ。ルクシオールとその搭載紋章機すべて。あるいはヘルシオールとその搭載紋章機すべて。いずれかのクロノストリングを一度に解放すれば軌道をずらせる。え？それって。そういうからにはシリンダーだけをまとめてる時間なんてないんだろうね。その通りよ。私とタピオの計算に間違いがなければ軌道修正限界点に到達するのは約2時間後。それまでにルクシオールかヘルシオールどちらかを選んで紋章機もろともブラックホールのそばで自爆させるの。それしか軌道をそらす方法はない。そんなバカな。ココ。はい。ここから先はあんたとタクトで話し合って。私には決められないわ。ココさん。わかります。その必要はない。ポルテ。はいよ。全機機関だ。急いで。了解。マイヤーズ長官。さあみんな戻るよ。了解。フォルテ教官、そんな。なあノア、早い方がいいんだろう。当然。軌道の変化角度が浅くても接触までの距離が長ければ差が開くわ。マイヤーズ長官、待ってください。大丈夫大丈夫、これでいいんだよ。いいわけありません。いや、この船を使うべきなのさ。ルクシオールとの性能差は歴然なんだからね。ならパイロットの実力差はどうなるんです？先輩たちとじゃそれこそ歴然。僕らの紋章機を使うべきです。それは得策じゃないな。なぜです？船はそれぞれ搭載紋章機に特化して運用効率を考えれば組み合わせは崩せない。だからって先輩たちの紋章機を犠牲にするのは理屈に合わない。僕らはまだ自分の意志でエンジェルフェザーも出せないんですよ。なら出せるようになればいいんだよ。いいからおとなしくしてな。先輩の言いつけは絶対だ。フォルテ教官。和也くん、本当にこれでいいのよ。私たちの期待はもう十分に役目を果たしたわ。そろそろ引退させてあげませんと。次の世代が育たないだろう。この紋章機たちも元エンジェル隊なのです。これなら立派な優秀の美を飾れます。皆さん。タピオ。何でしょう？すぐに接舷する。クルーの受け入れ準備を頼む。了解しました。ノア。分かってる。そっちに行くわ。クロノストリング解放のシンクロを取らなきゃいけない。それに紋章機からヘイローだけは取り外さないと。あと V チップのセットアップも。そうか。タピオに。リモートやオートパイロットより確実でしょ。そうだね。それじゃあ後で。ええ。アルモン。はい。ココ。はい。レスター。あ。そしてみんな。くしくも俺たちが再びこの船に集まっている時にこんな事態になってしまった。だが言い換えれば最後を俺たち全員で見とれるわけでもある。事の良し悪しは問うべくもないが、何か運命のようなものが働いたのだと思えてならない。これがこの椅子からの最後の命令だ。
機関部員を除き総員ルクシオールへ退避。エルシオール、ブラックホールに接近。重力の影響をかなり強く受けています。タピオ、大丈夫？ええ、なかなか強力ですが、重力場の一つくらいでしたら。そう。エルシオール、シールド限界値です。構造維持にレベル5の警告。 V チップとの通信にも障害が出始めています。これ以上は無理ね。接近を中止、距離を維持して。わかりました。よくやったわ。予定より600も近づいてる。いえ、これくらい。クロノストリングの解放トリガーを私のコンソールへ。はい、完了しました。それじゃあ行くわよ。エルシオール、自爆シーケンス開始。起動パスワード入力。タクト、向こうで入力したパスワードを。ああ。パスワード確認。エルシオール、自爆シーケンス準備完了。そのままあんたが押しなさい。わかった。ランファ。私も一緒に押すわ。ああ、一緒に押そう。さらばだ、エルシオール。バイバイ、カンフーファイター。エルシオール、自爆シーケンスアクティベート。エデンの猛将機が我々を倒したあのエルシオールが我が母性のために散ってゆく。タクト、ランファ。またね、ラッキースター。お別れですわ、トリックマスター。ババよ、ハッピートリガー。おやすみなさい、ハーベスター。さようなら、シャープシューター。ブラックホールの軌道変化しました。予定の値をわずかですが上回っています。バルランダルへ衝突する可能性はありません。そう。バルファスク元老院へ結果を報告。了解。重力圏に注意しつつブラックホールを追跡。了解。ここ。はい。悪かったわね、好き勝手やって。いえ、とんでもありません。あとは任せてもいいかしら。ええ、ゆっくり休んでください。部屋はこの下のフロアに用意してあります。ありがとう。和也くん。はい。エンジェル隊は指示あるまで自室で待機とします。わかりました。みんな行こう。エルシオールが、先輩たちの紋章機がこんなことになるなんて。
咲く花の種がここにあるよ。君は空みたいな笑顔でそうつぶやいた。フィー星降る丘で冷え幾千の灯火、遥か銀河を見上げて思う。今ここにいるわけよ。さあ一つだけ一人だけ守ることできればいいんだよ。それは大きなヒストリー作ってく確かな夢伝えたいセレナーデ。参ったね。ええ、いきなり彼らに遭遇するなんて。本当に偶然なのかしら。兆しをつかまれたのだとしたら少し厄介だちゃんと確かめる必要があるわ。どうするの？な。それじゃあ探りを入れてみようか。そうね、そうしましょう。